皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。この西方うどくのシリーズでは、北海道日高地方の養蜂家に密着しながら、ミツバチ、養蜂業、そして地域環境について考えています。ただ、目下、ミツバチは越冬中なので、シーズン中のように日々の目立った変化はありません。その分今の時期は何かトピックを取り上げて、それを掘り下げるのに適しています。そこで今回はオスバチを取り上げて特集したいと思います。後で見るように、オスバチは近年ミツバチヘギイタダニと関わって注目を集めています。また今回は今までやったことのない実体顕微鏡を使った撮影やAI 動画生成にも挑戦しています。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。さて、ミツバチの社会では、女王バチ、働きバチ、オスバチがそれぞれの役割を担っています。女王バチの主な仕事は産卵です。オスバチの仕事はもっぱら女王バチとの交尾です。つまり女王バチとオスバチとは生殖に特化しています。そして働きバチは育児、採児、巣作り、防衛といった生殖以外の一切の仕事を引き受けています。オスバチは羽化してから12日から14日間経ったところで性的に成熟して交尾飛行に出かけるようになります。交尾飛行に出かける頻度は好天、温暖、穏やかな風といった好条件が重なったならば1日に1回から3回程度です。しかし雨天の時など条件の良くない際には全く出かけないこともあります。1回あたりの飛行時間は15分から30分です。そして飛行する時刻は午後1時から午後4時の間で、女王バチの交尾飛行の時間帯と重なります。巣から飛び立ったオスバチは地上10メートルから40メートルあたりにある集結地で旋回しながら待機しています。集結地は近親交配を避けるために巣から 1km から 3km ぐらい離れたところにあることが多いです。しかし、遠い例では巣から5から 7km、さらにそれ以上離れていることもあるようです。オスバチは女王バチを見つけたならば追跡し、そしてうまく捕捉できたならば空中でマウントして交尾します。しかし交尾に成功した瞬間にオスバチの交尾機は脱落し、オスバチはその場で死亡して墜落します。また交尾できなかった個体はそのまま巣に帰ります。実際の交尾飛行の場面を見るのは場所やタイミングを合わせる必要があるので容易なことではありません。まして交尾飛行の現場を撮影するというのは至難の業です。そこで今回は AI に動画を生成してもらうことにしました。ただ難しい問題は、たとえミツバチの話であっても生であるとか死と関わる描写の映像はなかなか生成してもらえないようです。しかし先ほどの話からもわかるように、交尾飛行というのは生と死の物語以外の何物でもありません。そのため生成してもらう動画は比喩的なものにとどまってしまいました。こうした配慮を行って作ったプロンプトを概要欄に貼っておきますから、ご関心のある方はどうぞご覧ください。こうやって何とか生成された動画はアニメであり、しかも比喩的な描写のものです。リアルな描写を望んでいる方には少し拍子抜けかもしれません。しかしせっかく作った動画なので皆さんにお見せします。
10秒ほどの短い動画ですが、一回通して見ていただいて、その後に解説します。いかがでしたでしょうか。で、まず、オスバチたちが集結地で群れて飛んでいます。そこに一頭の女王バチが現れます。オスバチたちは一斉に女王バチを追尾しますが、交尾するのは少数です。ただし、映像の中で交尾の瞬間は光の渦として象徴的に表現されているだけです。その後、オスバチの数が減って下の方に消えてゆきます。これはオスバチの死を象徴しています。オスバチの複眼ですが、飛行中に女王バチを見つけることができるようにするために、働きバチよりも大きいです。これらの個体は昨年の11月に相撲付近で拾った亡骸です。上の写真がオスバチで、下の写真が働きバチです。しかし、実体顕微鏡で目の部分を拡大してみても、複眼を構成している個眼の基本的な構造は、オスバチと働きバチとの間で大きな違いがあるようには見えません。これも上の写真がオスバチで、下の写真が働きバチです。実際、オスバチと働きバチの複眼の大きさの違いというのは、同じような構造を持った個眼のその個数の違いによって決まっているようです。個眼の数がオスバチの方が働きバチよりもかなり多いのです。で、なお、ここで使っている実体顕微鏡は20年以上も前に購入した、今となっては旧式のものです。しばらく使っていなくて埃をかぶっていましたが、今回押し入れの中から引っ張り出してきて、初めて撮影のために使ってみました。爬虫類の原則では、無精卵からはオスが生まれます。ミツバチもこの原則の例外ではありません。卵が羽化するまでの期間は、オスバチの場合、24日間です。これは働きバチの21日間や女王バチの16日間よりも長いです。期間の長さが違う主な原因は、卵や幼虫の期間の長さの違いにあるのではなくて、さなぎの期間の長さの違いにあります。つまり、オスバチのさなぎの期間は、女王バチや働きバチよりも、この表に示してありますように長いのです。で、なお、ミツバチの幼虫が入っている巣房には、さなぎになる直前に蓋がされます。その蓋がされた巣房では、ミツバチの外部寄生虫であるミツバチヘギイタダニが繁殖します。そのため、蓋がされている期間が長いオスバチの巣房は、ミツバチヘギイタダニの温床になるわけです。オスバチについてもう一つ欠かせない話題は、秋になったら彼らが巣箱から追放されることです。冬を控えて交尾の時期はすでに過ぎ去ってしまいました。そうすると、オスバチにはもう巣の中で何の役目もありません。越冬に備えて食料を節約して蓄えなくてはいけない時期に、今や何もすることができないオスバチには、よくて巣からの追放ともすれば、働きバチに命を奪われる運命が待っています。さて、今回は実体顕微鏡と AI 動画生成という今まで試したことがない道具を使いながら、オスバチについてまとめてみました。これからも折を見てこうした道具を使いながら映像表現の幅を広げ、そしてミツバチと養蜂と地域環境を探索していこうと思っています。はい、今回はここまでとさせていただきます。いかがでしたでしょうか。
なお、登録、高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。